皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の自動車市場に韓国の自動車メーカーが再進出するよというニュースを取り上げようと思います。ただし、通常のガソリンエンジン車ではなく、電気自動車や水素自動車といったものを日本市場に投入してくるというのです。日本に再進出してくる韓国の自動車メーカーは現代自動車。この会社は一度日本市場から撤退したのですが、今回は違う車種を持ってくることによって今度こそはうまくいくかもなといったことを狙っているわけですが、私はその話についてきっと失敗するだろうという解説を行おうと思います。それでは現代自動車がどのようなことをしてくるのか、まずはニュースを見ていきましょう。輸入車の墓場で失敗した現代自動車、日本市場に再進出する理由。現代自動車が輸入車の墓場と呼ばれる日本市場に再進出する。苦杯をなめて電撃撤退してから13年ぶりだ。市場では今度は違うという肯定的見通しと、今回も簡単ではないだろうという希望的観測が交錯する。冒頭で私は現代自動車と呼びましたが、正式な呼び名としてはヒョンデだそうです。ただしこのヒョンデという読み方もヒュンダイという読み方から変更されたものであり、今後もまた変わるかもしれないということを考えて現代自動車と呼ぶことにします。現代自動車は8日、東京で現地メディアを対象に懇談会を開き、日本の乗用車市場再進出計画を発表した。現代自動車の社長は、日本市場は学んでいかなければならないところであると同時に挑戦すべきところ、これまで多様な形態で悩み続けてきたと話した。現代自動車の日本市場再進出。中国とアメリカに次いで、世界で3番目に自動車が多く売れる国である日本は、現代自動車の立場では痛恨の市場だ。2001年に日本に進出したが、販売不振で2009年末に乗用車市場から全面撤退した。その後、現代自動車は日本でバスなど商用車だけ販売してきた。現代自動車が日本再上陸に出たのは、日本の電気自動車市場の未来の可能性のためだ。日本の電気自動車市場は、欧米や中国など主要自動車市場と比べ、まだ成長幅が小さい。日本自動車工業協会によると、昨年日本で売れた電気自動車は21,114台に過ぎない。水素電気自動車まで合わせても25,000台に満たない。全国内販売台数の 0.5% にとどまる。電気自動車市場調査企業の EV ボリュームズによると、2020年基準で世界の電気自動車販売台数は324万台だ。EU の136万台、中国の111万台だけでなく、アメリカの32万5000台と比較して、日本市場は極めて規模が小さい。だが現代自動車はそれだけ成長潜在力が大きいと判断したとみられる。最近の日本政府の政策を見れば説得力がある話だ。2020年10月に当時の菅首相は炭素中立政策を出し、2030年に日本で販売する新車の 25% は電気自動車になると明らかにした。昨年基準で考えると、日本で売れた自動車479万2800台のうち、電気自動車が120万台になるようにするという意味だ。現代自動車の社長は、韓国で電気自動車市場はとてつもない成長を経験した。日本でも同じようなことがさらに早く起きると予想すると話した。もちろん日本市場再攻略が現実的に容易ではないかもしれないとの分析もある。日本はトヨタ、ホンダ、日産など自国ブランド人気が高い。日本が輸入車の墓場と言われる理由だ。実際に昨年日本市場で自国ブランドのシェアは 94.6% に達した。販売順位1から10位のブランドのうち、海外ブランドはドイツのメルセデス・ベンツが9位に入っただけだ。現代自動車が日本市場に再進出するという記事を書いていたのは韓国の中央日報だったわけですが、全く同じ報道機関で全く同じ日にこのようなニュースが出ていました。充電を終えた電気自動車、突然の爆発で火災、車両5台燃えた。充電を終えて駐車した状態の電気自動車で火災が発生し、車両5台が燃える事故が起き、警察が原因究明に乗り出した。釜山警察署によると、前日午後4時55分頃、釜山のマンション、地上1階の電気自動車充電スポットで充電を終えて駐車してあった小型バンの電気自動車が爆発と同時に火がついた。通報を受けて出動した消防当局は約50分で鎮火を完了した。この火により火災が発生した電気自動車を含め
車両5台が燃えた。電気自動車の運転手は2時間ほど充電後、ポートを分離した状態で突然火がついたと警察に話したという。そしてこちらがその火災現場の様子です。この記事ではどのメーカーの電気自動車かについては書かれてはいませんでしたが、ポイントとしては電気自動車の重要な部分、リチウムイオンバッテリーなどについては車のメーカーではなく、あくまでも専業でバッテリーを作っているメーカーから部品として供与を受けて車を販売するといったことが一般的な形となります。ですから、どこのメーカーかということよりも、結局のところ、どのメーカーの作ったバッテリーを積んだ電気自動車かだったというのが一つ気がかりなところです。この爆発炎上した電気自動車が現代自動車のものだったかどうかについてはわからないわけですが、しかし韓国で売られている電気自動車なわけですから、韓国製のバッテリーが使われていた可能性は非常に高いのではないかなと思います。そして話はもう一度現代自動車のところに戻ります。現代自動車の電気自動車の話としては、昨年起きた大規模なリコールについて触れないわけにはいきません。2021年電気自動車8万2000台をリコールするといったことが現代自動車に起きました。この時のリコールの原因というのは、まさに電気自動車の心臓部分であるバッテリーの不具合です。15件の発火事故を原因として、これがバッテリーそのものに問題があるのではないかといったところから大規模なリコールへと発展したのです。ご存知のように電気自動車にとって一番大きなコストになるのはバッテリーであり、そのバッテリーを交換するということはまさに多額の費用が発生することとなります。そのためにリコール費用は900億円から950億円と、リコール費用としてはまさに最大級のこととなりました。この時バッテリーを製造していたのは LG 化学の子会社 LG エネルギーソリューションといったところで、このリコールに際して最終的にはこの会社が製造欠陥があったことを発表しています。電気自動車の肝はまさにこのバッテリーにかかっているわけで、このバッテリーの安全性や品質といったことが電気自動車を買う時の大きな判断材料となるでしょう。韓国の現代自動車が日本車市場に再進出してくるよというのは、その理由としてはガソリンエンジン車では全くかなわなかったけれども、電気自動車だったらうまくいくんじゃないかなという狙いがある、そのような記事となっていました。実際問題、日本における電気自動車市場というのはまだまだ産声を上げただけの状態であり、これから普及していくには大きな飛躍が必要となります。例えば値段の面でもっともっと手頃な価格になるであるとか、もっともっと性能が上がって費用対効果が上がるといったことなどがこれからもっと必要となるでしょう。そういった意味では現在では量産効果もあって徐々にですが、性能とそして価格面においてバッテリーの値段は下がりつつあります。ですからそれによって電気自動車についても総額をある程度抑えるようなことができつつある状態になってきました。そういったところから現代自動車は勝算を見出したのでしょうが、ここには一つ大きな問題があります。それはガソリンエンジン車の時代からもそうなのですが、基本的に韓国の自動車というのは品質面では日本車に劣るという絶対的な評価は今も変わりがありません。現代自動車としてはその点においては、いやいや日本車よりも自分たちの方が優れているんだといったことを言ったりもしますが、例えばアメリカなどにおける品質調査などにおいては基本的には日本車の方がより長くより故障率の低いことが知られており、現代自動車をはじめとした韓国メーカーの車というのは日本車っぽく見えるんだけれど実際には安いんだけれどまあそこそこだよねといったことをアメリカのユーザーらは評価しています。ただしここ最近では安いのに加えて少しずつデザインに力を入れる関係において少しずつ販売数量を伸ばしているのも現実だと言えます。じゃあその手法というのが日本に通用するかといえばもちろん通用しないわけです。今回現代自動車が日本市場に再進出にするにあたって車種を電気自動車と水素自動車に絞ったという話をしましたが、それは当然のようにガソリンエンジン車では全くかなわなかったといったことが背景にあるのと同時に、電気自動車だったらテスラのような販売方法がもしかしたら日本で受け入れられるかもしれないという期待があると言えます。テスラの販売方法というのはインターネットで注文すれば車が家に届くという方式です。日本における特に新車の販売においてはそれぞれのメーカーが各地に販売網を広げてそこで売り込むといった光景が日常的に行われています。
一方で電気自動車のテスラはそういった方式ではなく、もうインターネットで注文したらさああなたの家に届きましたよというかなりダイレクト販売に力を入れています。現代自動車としてはそのような方法が同じ電気自動車なんだからある程度受け入れてくれたらなという、そういった甘えがあるように私には思います。この点について補足すれば、さすがにそこまではうまくいかないだろうというわけで、カーシェアリングサービスにこの電気自動車を紛れ込ませることによって、実際に乗った人たちにしてみれば結構いいよねという感想を引き出すことによって注文を稼ごうという販売戦略を立てているそうです。そしてもう一つのうまく活かせようとしているちょっとした小細工というものも存在します。私は記事を紹介するときに最初に現代自動車ということについて少し一言付け加えたわけですが、このあたりは日本人をある程度ごまかせる可能性を少しでも狙ったのではないかなと私は邪推します。というのも、ヒュンダイという名前ではなく、ヒョンデという名前に変えた。このあたりは以前の動画でも取り上げましたが、改名することによって運気が変わる。そして新しい名前はまさに新しい出発をするのにふさわしい行動の一つだ。そのように考える人たちというものが韓国では結構いるのです。ですから韓国の自動車メーカーとしてヒュンダイだったものをヒョンデと呼んでといった具合にして名前を変えたというのは、そのような以前の名前のイメージというものを全くなかったものにして新しい名前で進出することによって全く知らない新しいイメージをこれから作り上げようという、そういった小細工なのではないかなと私は思います。この手法というのは、例えばサムスングループであればスマートフォンにはサムスンの名前を入れずにギャラクシーで売り出すといった具合にして、日本人にとってその名前が全くブランド価値のないものであるならば、そうじゃない名前をつけることによって日本人を少しでもごまかせないかなという、そういった手法を取ることが韓国メーカーにはあるのです。しかしこれらの小細工というのは結局のところ、日本メーカーの例えばトヨタが電気自動車をこれからはどんどんと増やして作っていきますよという戦略をすでに発表していますから、いずれはトヨタが本格的な販売に乗り出した時には韓国の自動車メーカーがいくら日本の中であがいたとしても私はうまくいかないのではないかなと思っています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックなどもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。